ます。安心ではコンセプトアーティスト兼キャラクターデザイナーとして所属しています。今回は中村さんとは懐かしいお食事をご一緒することになりました。いただきます。私たちは安心です。那須さんの絵から日本だけじゃない他の文化も感じてたので、外国人だって普通に思ってて、それでメールしたら日本で、さらに東京ではなく、ね、地方の方に住んでる人だっていうのを知ってすごい衝撃でした。そうですね、だいぶ印象とは何も知らない人から見たら、そういう正体の人間っていうのはあんまりつかめないだろうなと思ったんですけど、なんで絵を描き始めようと思ったんですか？小学生ぐらい、もう下手して幼稚園ぐらいから、暇な時間っていうか、大体一人で授業中とかもずっとノートの上の隙間とかに何か書いてたんですよ。で別にこれはなんていうのか割と自然にやってて、なんかこう誰かからこう刺激を受けてとか友達が書いてたとかじゃなくて、なんか気がついたら書いてたみたいな。今や初めてゲーム業界のしかも一スタジオのリードデザイナーですよね。キャラクターデザインだったりエネミデザインやってますけど、どうですか？最初はね、やっぱりどうしていいか分かんないって言ってたと思うんですよこれでいいのかなみたいな、ものすごい不安で、自分が自分のスタイルでやってるけども、本当にこれがちゃんと形になって大丈夫なのかみたいな、そう言いながらもうなんかやるしかねえなみたいな感覚で、今までずっと来てて、最近になってやっぱり会社に人が増えてきて、で、自分のアウトプットしたものが、3D になったり、アニメーションがついたりっていう風に返ってくると見たら、なんかやっぱり間違ってなかったんだなみたいな、それがちゃんといいものとして出来上がってきた時はやっぱりそれなりにすごい安心感っていうか、やっぱりそういうのがあって初めて分かるもので、絵だけ出してる、それだけだとやっぱり分からないことっていうのはたくさんあるなっていうのは、やっぱりそういうのって本当にこういうゲーム開発っていう環境に置かないとなかなか実感できない体験だったんで、それは本当に新鮮な感覚っていうか、刺激もたくさんいただいてるし、面白いですよね。ご実家の家業があるわけじゃないですか。でさらにリモートワークでやってて、で私が話しかけて会社に入ってほしいって、ゲーム一緒に作りませんかって言った時のその切り替えるっていうか、勇気っていうのってなんかどんな気持ちだったんですか、那須さんはその時。もう全然切り替えるとかもなかったですね。もうなんか普通に自分の今の家の仕事しながら帰ったらもうずっと絵を描いてるっていうのが、もうずっと同じサイクルで数年やってきたから、普通にそのままできましたね。そこに何か障壁みたいなものは全くなかったです。今まで自分で好きに描いていて SNS に自由に出してたじゃないですか。誰かにフィードバックをもらって描くことの難しさってどんなことがありますか？自分が、すごいいいなと思って出したものがそのままダイレクトに面白いねっていう期待通りの反応が来た時は本当に嬉しいんですけど、やっぱりうまくいかなかった時、ちょっとそこがちょっと泥沼にはまっていくんですよね。こうした方がいいんじゃないのかと思って、今まで振って切ってたものを今度は逆にこうやるって、うまく調整ができなくて、まだやっぱり極端に振り切れちゃったりとか、糸がつかみきれてない、これ多分往々にあると思うんですけど、これは経験を積んでいけば徐々にそれがねうまくいくようになるのか、もうずっとこういうものなのかっていうのはわからないんですけど、でもこれぐらいあって初めてなんかいいのかなって手応えがあって作ってる感じっていうのがありますよね。やっぱり自分だけの意見じゃないっていう、他の人の意見っていうのがやっぱり今まで入ってこなかったから、むしろそっちの方が不安だったんですよ。自分一人でやってる時は誰か分かんない人からの評価というか、そういうものだったり、具体的な何かどうこうとかいう話はもちろん当たり前ですけど、しないじゃないですか。だけどもこういうちゃんとしたところでちゃんと自分の作品っていうか、自分の考えたアイデアっていうのをどういうものなのか、それがちゃんと通用するものなのか、その他の人が、ゲームとして落とし込んだらどういうふうに見えるのかっていうのを知れる機会っていうのは多分こういうところでしかないから、やっぱりすごいね、そこはめちゃくちゃ貴重な体験だし。今ってキャラクターとエネミーといろんな、背景とかもたまにありますけど、一番デザインしてて楽しいのってどれですか？どこが楽しいかっていうと、やっぱり描いてる瞬間というよりも出してどう返ってくるかっていうところ、どういうリアクションが来る、それによってどういい影響を与えるかっていうのが、その時が一番嬉しいです。那須さんの好きなものって何ですか？鮭の塩焼きみたいなのが
よくサーモンすごい好きでしたね。なんかそれは朝ごはんとかで食べてたんですか？そう朝ごはんで出てきて、でだから僕和食屋とか行ったらどちらかというとそういうなんか鮭とかついてる定食みたいな、ああいうのが頼むんですよ。じゃあいただきます。いただきます。安心に入ってどうですか？僕ずっとリモートでやってるから、みんなめちゃくちゃ楽しそうだなとは思いますね。なんか自分って結構シャイな性格だから、こう人の輪に入っていくことってほぼできないタイプの人間なんですよ。自分から積極的に行くのっていつもなんか話しかけてくれるのを待つタイプの面倒くさいタイプの人間で、そうっていうかそういうタイプだから、みんながすごく楽しそうに一つのものを作ってるっていうのがなんかすごい仕事をしてるっていうよりかはなんか昔のなんか小学生ぐらいの時によく仲のいい友達となんかいろいろ一緒に物作って休み時間とか作っていろいろ楽しんでたのをなんとなく脳裏によぎるというか、なんかそういうちょっと懐かしいなんか自分が入ってるわけじゃないんだけども、なんかやってる当事者としては多分そういう感覚なのかなっていうなんか感じがする。自分にとってゲーム開発は未知の世界だったんですけれども、中村さんのビジョンと僕のビジョンっていうのは少なからず似ているところがあって、もっと学んでみたいという気持ちがあったので安心に参加することを決めました。実際参加してゲームプロジェクトに関わることはとても刺激的で、安心で自分の力を発揮できることに喜びを感じています。A good game that resonates with players makes them feel something that's real. Finding that is like a lucky thing I get to do that.